怖い。いや、怖い。大丈夫です。大丈夫。大丈夫です。今日はトーク会です。あ、マジで？はい。安心してください。あ、喋るだけ。でも俺何も聞かされてないけど。あ、今日は王くんが喋ってくれるんで、はいはい。それを聞いていただくっていうスペシャル企画でございます。はい。ちなみに白子さん、山の毛ってご存知ですか？山の毛は聞いたことないですよ。もののけ姫みたいな感じ。ああ、もうそんな甘いものじゃないんですけど、はい、ネットでめちゃくちゃ有名なはい、怪談話なんですけど、これ実際に起きたとも言われている、山の毛っていう怖い話があるんですけど。ああ、その2チャンネルとかよくあるもんね。あ、そうそうそう、実際に起きたみたいな、体験談書きましたみたいな。そうです。そういう感じの怖い話。はい、結構いろんな YouTube とかでも上がってるんですけど、それをちょっと今回奥に読んでいただくっていう。いろんな YouTube で上がってるのに。そうです。ただ、実はですね、この山の毛の話の場所っていうのはちょっと特定できてしまったんですよ。なんで笑ってる？一旦聞きますか？一旦聞きますか？山の毛を？はい。はい。これはある日、娘を連れてドライブに行った時の話です。なんてことのない山道を走って、途中のドライブインで飯を食った後、娘を脅かそうと思って、舗装されてない脇道に入り込んだんです。娘が、本当にこれちゃんとした道なの？っていう反応が面白くて、どんどん進んでいったんですが、急にエンジンが止まってしまいました。山奥だから携帯も繋がらないし、車の知識もないから、娘と途方に暮れていました。飯を食ったドライブインも歩いたら何時間かかるか分かりませんでしたので、しょうがないからその日は車中泊して次の日の朝歩いてドライブインに行くことにしました。車内で寒さをしのいでいるうちに夜になりました。たまに風が吹いて木がざわざわ言うくらいで、夜の山って何も音がしないんだなと思っていると、どんどん時間が過ぎていき、娘は助手席で寝てしまいました。俺も寝るかと思って目を閉じたら、何か聞こえてきたんです。今思い出しても気味が悪い。声だか音だかわからない感じで、天、そう、滅って何度も繰り返してるんだ。最初は聞き間違いだと思い込もうとして目を閉じたままにしたんですが、音がどんどん近づいてきてる気がしてたまらなくなって目を開けました。そしたら白いのっぺりした何かがめちゃくちゃな動きをしながら車に近づいてくるのが見えたんです。形を例えるとウルトラマンに出てくるジャミラみたいな、頭がないシルエットで足は一本に見えました。そいつの動きを例えるなら、ケンケンしながら両手をめちゃくちゃに振り回して体全体をブレさせながら向かってくる。めちゃくちゃ怖くて叫びそうになりましたが、なぜかその時は隣で寝てる娘が起きないようにと変な気が回って、叫ぶことも逃げることもできないでいました。そいつはどんどん車に近づいてきましたが、どうも車の脇を通り過ぎていくようでした。通り過ぎる間も、天、そう、滅って音がずっと聞こえてました。音が遠ざかっていき、後ろを振り返ってもそいつの姿が見えなかったので、ほっとして娘の方に向き直ったら、そいつが助手席の窓の外にいたんです。近くで見たら頭がないと思ってたのに、胸のあたりに顔がついてる。思い出したくもない恐ろしい顔でニタニタ笑ってる。俺は怖いを通り越して娘に近づかれたって怒りが湧いてきて、この野郎って叫んだんです。叫んだ途端、そいつは消えて娘は跳ね起きました。俺の怒鳴り声にびっくりして起きたのかと思って娘に謝ろうと思ったら、娘が入れた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 とブツブツ言っている。やばいと思ってなんとかこの場を離れようとエンジンをダメ元でかけてみると、エンジンがかかり急いで来た道を戻っていきました。娘は隣でまだブツブツ言っている。早く人がいるとこに行きたくて車を飛ばしました。ようやく街の明かりが見えてきてちょっと安心しましたが、娘のつぶやきが入れた入れたから天、そう、滅いつの間にか変わっており、顔も娘の顔じゃないみたいになってました。家に帰るにも
娘がこんな状態じゃと思い、目についた寺に駆け込みました。夜中だったが、寺の隣の住職が住んでいるところに明かりがついてて、娘を引きずりながらチャイムを押した。住職らしき人が出てきて、娘を見るなり、俺に向かって、何をやったと言ってきた。山に入って変な奴を見たことを言うと、残念そうな顔をして、気休めにしかならないだろうが、と言いながら、お経をあげて、娘の肩と背中をバンバン叩き出した。住職が止まっていけというので、娘が心配だったこともあって、止めてもらうことにした。娘は山の毛に疲れたらしく、49日経ってもこの状態が続くなら一生このまま正気に戻ることはないらしい。住職はそうならないように娘を預かって、なんとか山の毛を追い出す努力はしてみると言ってくれた。妻にも俺と住職から電話して、なんとか信じてもらった。住職が言うには、あのまま家に帰っていたら、妻にも山の毛がついてしまっただろうと。山の毛は女につくらしく、完全に山の毛を抜くまでは妻も娘に会えないらしい。1週間経ったが、娘はまだ住職のところにいる。毎日様子を見に行っているが、もう娘じゃないみたいだ。ニタニタ笑って、何とも言えない目つきで俺を見てくる。早く元の娘に戻ってほしい。遊び半分で山には行くな。これは俺の教訓になった。結局じゃあそれはもう元に戻らなかったってことなのかな。最終投稿がもう終わってるもんね。そうですね。なんか娘さんはあのまま憑依された状態で治らなかったみたいな感じなんですけど、一応こちらのお話の舞台が宮城県田代峠。それはもう場所がもう明言されてる。もうなんかもうネット上に出てるんですけど、ただそれは定かではないんですよ。なるほど。はい、真相はわからないんですね。そう誰が書いたかは特定できてない。特定できてないんですよ。DM でこの山の毛のお話をしてくださいっていう依頼とは別で、この山の毛じゃないっていう DM をまた別でいただきましてですね。はい。っていうのが、その山の毛の伝説として話とある場所と全く同じと言っても過言ではない場所が存在していて、4点も一致しちゃってるんですよ。4点で、まず1つ目が近場のドライブイン、2つ目が本道からそれる脇道、それと2007年の地域情報なんですけど、電波がない、出てくる幽霊が山の毛。それはその山の毛っていうのをこうストーリーが広まったからみんな似てるからそこは山の毛がいるんだよって言われたわけじゃなくて。ではないんですよ。この情報はもう明治から。明治時代から明治っていつか分かってる？江戸の次だよ。そうです。なのですごく有力情報で、本場はここなんじゃないかって言われている。なるほど。でその場所の名前が、旧押ヶ島トンネルっていうところなんですけど、ちょっとそこを僕ちょっと特定いたしましたので。あなたが？はい、DM いただいて調べてですね。でちょっと今すぐに調査。今待って今日トーク会は今終わりました。トーク会は今終わったんです。で今から白子さんまた調査しに行っていただきたいです。今からもう今すぐ行ってください。今？はい。はい、今現場に到着しました。もう早いな、音なんのが。辺りはですね、もう何の音？辺りはもう山の中で、もう多分ここは耶馬渓って言われるその渓谷で採石場とかが多くある山間部の廃道の一部になるんですけど、石を集めてる場所なのかな、だった場所なのかもしれないけど、そういった感じの名残が少しだけ残っているような場所ですね。ただ噂されているような山の毛の話に出てきた林、竹林、杉林みたいな、そういったイメージのある山って、うわ、これ草なくなっていったらそうなっていくのか。これいや、
確かに噂通りかもしれんだこれで。今回ですね、その山の毛について僕も少し調べてみたんですけど、ここで言われている山の毛とそのお話にあった山の毛っていうのは、なんだこの通った道みたいなの、なんかこう共通点もあり違う点もある、なんかそんな感じがするんですよ。まず共通してる点としては、山の毛が出る。この廃道と、すごい共通点が、たくさんあるんですけど、まずはドライブイン。このトンネル、振動が通っていて、その奥山トンネルっていう振動のトンネルが通ってるんですけど、まずはその付近にドライブインがあるということで、そしてその本道であるその奥山トンネルの脇道に入るというところ、見たら分かる通り古くは使われていた形跡がある道なんですが、もうかなり古く、今となっては廃道と言われても仕方がないと思われるような場所になっているというところですかね。で、そして最初の方はなかったんですが、確かに噂されているような見た目、これは杉か、そんな感じの場所になってきてますね。今回の山の毛が最も見られるっていう場所は、この先にある旧押賀島トンネルって言われる場所なんですけど、そのトンネル自体はもう本当に昔、もういつかもわからないぐらいの昔に人が完全な手掘りで作った土壁のトンネルらしいです。で、そちらでは神隠し、山の毛による鳥だよね、山の毛によるその神隠しが報告されてまして、その神隠しっていうのが結局は何の音だ、神隠しってなんで起こるのかっていうのをちょっと考えてみたりもするんですよ。人間を隠したところで何の得もないじゃないですか。ってなると、もしその神隠しの犯人が神様だった場合っていうか、なんかすごい神秘的な場所になってきてる気がする。道じゃねえぞ、もう。なんか鳴った今。神様が人間を隠す場合、要は神様にとって都合のいい人間か、もしくは都合の悪い人間か。神様は結局その体を欲しいと考えない限りは、基本的に人間を隠すというか連れていく理由はないように感じますね。うわ、出てきた。これじゃない？一応事前情報で写真を見てきたので、この車両通行止めっていうのがなんか音しない？水の音？ポリポリってない？いや、水の音か。反射してるだけか。一応こっちの道はあるけど、これはもう道じゃないのか。獣道。何の音？
怖いな。うわまあ、ほら地面を見ていただいたら分かると思うんですけど、一応コンクリートにはなっているんですよ。だけどここからもう土砂崩れのオンパレードで、車はもう車両通行止め以前にもう通ることはできないですね。水が流れてんのか。ちょっと耳すましてみようか。まあ、後ろには川があるんですよ。だけど正面から聞こえる気がする。反射か。ここはもう真っ暗で何も見えない。っていうかなんか何かあるようで何も起きないっていうのが現状にも感じる。なんか落ちてるこういう瓶とかのラベルもものすごく時代を感じますね。見た目としてはジャミラみたいなのが襲ってくるっていう話だけど、どっちの山の気が住んでんだ。なんか場所にはもう全く関係なさそうな。なんか何これ、なんかエヴァンゲリオンのエントリープラグみたいになってるし、この缶はなんだ。なんか不自然に横が穴開いてる感じだけど、なんか大きな機材をここに捨てたんだけど、最終的に誰かが荒らして、確かに気配を感じるな。なんかの水の音が強くなってきた。もう絶対に人が通ることのないトンネルですから。待って、これじゃね？わかんない。なんだこれ。いや、そうだ。奥が真っ暗で見えないだけかと思ってたら、これですね、トンネル。昔の人が完全な手掘りで掘ったって言われるこの旧星野島トンネル、半分ぐらい埋まってない？もうじゃあもうすごい圧巻といえば圧巻だな。何の音？誰かついてきてる？誰かいますか？何の音？
多分落石がすごいから落石だとは思うけど、なんかこの辺になんかがぶつかるような、割れるような音にも聞こえたから、いや分からん。一応これ割れてはいるけど、なんか今割れた感じはしないよね。ちょっと嫌だけど開けてみます。中に泥が詰まってる。これさ、置かれたっていうより流れてきたってこと？水で崩れたってことなのかな。ただ、本当に水はものすごい勢いで流れてるし、崩落したにしてはやっぱ壁が綺麗なんですよ。一部苔が生えてたり苔が生えてなかったり、ただものすごい量の落石と崩落なので、この現状を見て思ったのは、神隠しってさ、この下に誰か埋まってるだけなんじゃないのってなると、物語とシチュエーションはめちゃめちゃに合ってるけど、神隠しの部分ではあまり同じではないのかもしれないですね。で、本来絶対に入らない方がいいと僕は思ってます。幽霊の危険も当然ありますけど、崩落の危険もかなり高いです。ですので、一般の皆さんはこちらにはもう絶対に入らないようにしましょう。車両通行止めしか書いてないけど、これはもう立ち入り禁止と一緒だよ。すごい。なんだこれ。薄皮が1枚ずつ剥がれていってる。なんかそんな感じですね。結構高いよこれ。何メートル？地面からおそらく3メートルぐらいはあるんじゃないかな。完全に岩だな。でもなんか確かにその神様がいるっていう話、本当なんじゃないかってはっきりと思えてしまうぐらい神秘的な場所。これトンネルの中なんですけど、音がほとんど響かないんですよ。トンネルといえば基本的には風の音がすごいんですけど、全然風も吹いてないんですよね。雨が降った後だからかな。いや、てかなんだこれ。不自然じゃないこれ。何これ、浮いてる状態でトンネル作るんだったら、こんな大きさの岩なんて飛び出してるの許さないよね。なんだこれ。何か燃やした跡が浅い。誰かこれ焚き火したんか。しかも埋まり具合から見て割と最近っぽいな。こんなところで何のためバーベキューしてんだ。なんか形違うくない？しかも風が吹き始めた。なんか早く出ろと言わんばかりに後ろから思いっきり結構強めな風。なんか入ってくるときと形が違う気がするけど、これは手彫りだからか。始めていきます。
これが奥側の道。これなんだ。向こうに向けてさ、車両通行止めって書いてあるけど、こっちから向こうにも行けそうねえな。せっかくなんで、ちょっとこの奥にも行ってみたいなと思うんですけど、このトンネルもね、一応心霊スポットとして言われている部分ではあるので、ここにも一応定点カメラを置いていきたいと思います。じゃあ豆柴隊員頼んだよ。なんか息合ってきたよね。降りていきたいと思います。おお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 危ない。よいしょ。ものすごい道だな。逆にこの反対側から見たこっちの光景も迫力はすごいよな。とにかく音がないな。なんかこういうところもすごい神秘的で、山の毛、山の毛って文字が2つあるのを、皆さんはご存知だと思うんですけど、山の化けと書いて山の毛と、山の神と書いての山の毛、この2つが存在すると言われてます。山の化けの方は山の妖怪に気配の木で、山の妖気とも書かれるようですが、実際にこの山の毛伝説、この地に伝わる山の毛伝説は、俺は今のところ化けじゃないんじゃないかなというふうに少し思い始めましたね。神なんかいや、これはもう通れないでしょう。これもうなんか来たら 100% 逃げられんな。これは道なのか。やっぱりそのものすごい水の跡がすごいな。いや、もう終わってるねこれ。道としてはもう完全に死んでて、完全に通れないですね。なんだあれ。ねえ、あの木のとこなんか顔ない。木の根元なんだあれ。ちょっと待って、怖い。進んでみようか。あれ、さっき見たなかった今この木の根元あたり。ちょっと足がもうですね埋まるんですよ。ここ何かに追いかけられたら絶対逃げれないけど、
ではないよな、これ。道っぽくなってるけど。ちょっとあれは何の印だ。さっきここに人の顔みたいなのがここに見えたんですよ。まあこれは映像を見てみないと分かんないけど、ちょっと手が震えてきたな。いやでもこれ全然道と関係ない方向に来て、道っぽいところに出た。いやでもこれは、いや待て、ガードレールが見えるってことは繋がってんだ、こうで、あそこがゴールと。やっぱいいやつなんじゃねえか。まあでもあとは豆柴君の映像を見て判断していくしかないけど、でもやっぱり道に迷った時に、本当に道に迷ってたらね、まあ、今の一連の動きっていうのは助けられる動作にも感じるよね。見た目が怖いけど、今回僕がこれ水だしね、思ったのは、ここはね、もう本当にリスナーさんに送ってくださったリスナーさんに申し訳ないですけど、怖い場所じゃないと思う。じゃあ豆柴隊員頼んだよ。お疲れ様でした。今回の撮影なんですけれども、僕が今回ね思ったのは、山の毛という噂がこの地にまつわっている、そして神隠しがあるっていう話なんですが、神隠しにおいてはもしかしたらあのトンネルでの生き目の事故だったりとか、そういったのが想定されるんですけど、ここ本当に滞在 1,2 時間2時間近くここにいたんですが、なんかそういったその妖怪だとか幽霊の類、そういった印象ははっきり言って全く受けられませんでした。音とかは鳴ります。自然の中なので音とかは鳴るんですけど、なんか雰囲気としてなんか怖い印象のある場所と怖くない印象のある場所っていうのは実際に存在するんですけど、見た目ははっきり言って怖いです。めちゃくちゃに怖い。だけどなんか僕はここに幽霊がいるかもしれないっていうような、そんな気持ちには今回なりませんでした。ということで今回ね、せっかくリスナーさんから教えてもらった心霊スポットではありますが、 1.5 白っ子でよろしくお願いします。はい、ということで、今回の前半パートのトークの部分はね、めっちゃ怖かったんですけど、まだまだここからもね、映像として幽霊を見つけたいと僕自身は思っておりますので、映像として幽霊が見つかるように皆さんのご協力をいただければなと思います。Twitter 概要欄の方に貼っておりますので、ぜひここでは幽霊が映るとか、ここで幽霊の目撃情報が後を絶たないとか、そういった場所ありましたら、地元の心霊スポットでも構いません。教えていただければなと思います。ということで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。